こんにちは、ゆかです。今日はどうやったら自分が変えられるのか、どうやったら自分がなりたい自分にさらに近づけるのかっていう話をさせてください。まずね、一番最初、大前提として言わせてください。多くの人たちが何か外から大事件がやってきて自分を変えてくれるのを待ちすぎてる。本当に多くの人たちが誰か自分にとって特別な人がやってきて自分の人生を変えてくれるのを待ちすぎてる。誰か自分の良さを見つけて、それでいいんだよって認めてくれて伸ばしてくれる人がやってくるのを待ちすぎている。みんなね、待ちな気がする。でもね、それだと何年生きるかわからないけれども、おじいちゃんおばあちゃんになって自分の人生変えてくれる誰かと会ったり、自分の人生が変えてくれるような体験したって、ちょっと遅くないですか？なんかもったいないと思う。もっともっと自分ができるんだよ。自分で自分を変えられるんだよっていうことを私は言いたい。先日ね、お友達とお茶してた時に、いろいろ話しててね、私は過去ね、そういう大きな事件だとか事故だとか大きな人との出会いっていうのを待って、そういう人生の変わり方っていうのをね、期待して生きていたことがあったけれども、やっぱり後々考えてみると、こういう転換があって自分で自分を変えてきたなっていう気づきを与えられたんですね。だからね、私はどういったきっかけで自分を変えてきたのか、こんなね、小さなきっかけでいいんだよっていうことをね、みんなにお話ししたいと思います。まずね、私、物心ついた時には母親との関係が良くなかった。だから毎日毎日辛くて苦しくって自分を抑えていて、いかに母親に気に入られようか、いかに母親を怒らせないかっていうことをね、注意して生きていたんですよ。っていうと、何が起こるかっていうとね、自分をうまく表現できない子になっていたと思う。すごく自分を押さえつけて、目の前の人、周りの人、なんなら目の前にいないもうありとあらゆる人たちのことまで考えて、自分は何をしたら人に喜んでもらえるんだろう。何をしたら嫌われないんだろう。いい人だって思ってもらえるんだろう。そういうね、どうしたら好きになってもらえるのか、愛してもらえるのか、いい人だなって思ってもらえるのかっていうことを考えて生きてました。で、そんな私にね、転機が来たんです。高校生の時に、家庭の方針もあったんですよね。アメリカに留学することになったんですね。そうした時に、私は母親との関係が良くないせいで自分を抑え込むっていう性格だったんだけれど、今度は外の世界、何のしがらみもない世界にたった一人で出て、すごく自由を感じたんですね。そこでまず10代の頃、私の中で大きな転機が訪れた。自分を表現する楽しさに目覚めたんですよね。で、自分の考えていること、感じていることをありのままで感じて、考えて表現していいんだっていうこと。で、そこにはね、なんかこのぶつかり合いだとか意見の相違もあるけれども、それによっていろいろなね、
プラスが生まれることもあるっていうことを知ったんです。で、私は表現することの楽しさを知った。素晴らしさ、難しさ、いろいろなことを知ったけれどね、とにかく自分を表現できる自分を初めて見つけた。自分の中の声で生きてたんだってね、実感したしね。で、そのね、一つ目の転機の後、二つ目の転機が来たんです。そうやって自由をアメリカで謳歌していた私ですけれども、日本に帰ってくる時期が来たんですね。二つ目の転機。もともと関係の悪かった母親とまた一緒に住むようになった。少し私の中ではね、自分を表現するっていうことを学んだけれども、やっぱりもともと関係が良くなかった母親とまた一緒に過ごすっていうことで、自分を抑えなければいけない面っていうのも出てきてしまうんですよ。で、そこのところで、また母親からの虐待っていうのも始まってるから、やっぱり生き延びたいわけですよね。自分の心も体も命もね、失いたくない。心も殺したくない。で、そこのところでね、一度完全に自由を経験してしまった私は、100% 自分を抑えて生きていくことがもうできなかった。もう知ってしまったからね、違う世界を。で、そこのところで私は、自分を表現しながら、周りのいろいろな圧力の中で、どうやって時によって抑えるのかとかね、時によってちょっと自分の中ではね、考えが違ったりしても、流したらいいのか、あるいは流すべきなのかとかね、いろいろなことを学ぶんですね。で、そうこうしてるうちにね、三つ目のきっかけが起きます。私が40代になったんですね。で、40代になって、そこで、ふと気づくんですよ。私、まあまあ楽しい人生生きてきた。辛い経験だとか、大変な経験っていうのも、もちろん人並みにするけれども、でも、すごくその分特別な経験もしてきたし、ものすごく楽しい人生を生きてきた。で、そのね、その無敵な自分の人生が永遠に続くような気がしていたんですよ。特に20代の頃なんか、30前半とかもそうかな。でも40になってふと気づくんですね。あれ？人生の折り返し地点に来たんだなって。私の人生もう半分まで来たってことはもう残り半分しかないんだなって。で、そこで決めたんですよね。私は自分のなりたい自分になって生きたい人生を生きるって決めた。それが一番大きな転機になった。で、そうしたらね、いろいろなね、自分の超えてきた転機、3つあった転機の中でね、革新的なことに気づいたわけです。何が自分を変えるのか。それはね、自分でこういう人生を生きよう、こういう人間になろうって決めることだった。何かに流されてっていうんではなくて、こういう環境にあるからこうした方がいいよねって妥協するんでもなくて、自分はこうある、こう生きるって決めたとき、決めてそれを通そうって試行錯誤しながらでも決めて生きているその自分がいる限り、
人間は変わるんだなって。過去のようにあることないこと心配してくよくよして、もう毎日日に何度も寝る前に長いこと自分の中で反省会をしていた自分はもういない。今は私として生きている紛れもなく。でね、もう一つ、このね、人生の転機をいくつか超えてきて、振り返ってみて気づいたことっていうのがあってね、それはね、自分が変わるから世界も変わるっていうこと。この気づきが一番大きい。以前の私はね、もう今自分のいる状況が苦しいと、親との関係もうまくいかないと、人付き合いも嫌だと、仕事も嫌だと、そしたら仕事を変えればいい、場所を引っ越して変えればいい、友人関係だって一掃できるよねとかね、そういう考えを持っていました。でもね、この3回の転機ね、留学でアメリカに行った時、それと留学期間を終えて日本に戻ってきて大学に行くようになった頃、それと40代でもう残りの人生残り半分しかないんだ。人生の折り返し地点まで来たんだって気づいて、そこの自分ね、そこのところのね、自分が変わったことで外の世界が変わってたなって気づいたんですよね。だから世界が変わるのは自分が場所を移動して違う世界に行ったからじゃない。自分の内側が変わると外の世界もガラッと変わるんだっていうことに気づいた。今実感している。当たり前ですよね。よく考えてみればね。自分っていうメガネを通して、メガネ、そう、色メガネだね。私っていうフィルターを通した、この自分っていうね、色メガネを通して見た世界が自分の生きている世界なわけだから、その時々の自分が自分をどう見るか、どういうふうに世界を見ているのか、どういう自分として生きていくっていう決断をしているのか、あるいはしていないのか、そのフィルターを通してその世界を生きているし、見ているわけだから、もちろん、その通りの世界にしかならない。だからね、このビデオを見てくださっている皆さんにも言いたい。自分が変わりたい。自分の生きている世界を変えたいって思ったら、まずは自分がどういうふうになりたいのか、どういう人間として存在したいのかっていうのを決めること。それで自分が生きたいっていう世界、それをまず明確にして、その世界に対してどういうあり方で関わっていくのかっていうところ。人生は外の世界からやってくる誰かが変えてくれるわけでもないし、外の環境が変わるから変わるんじゃなくて、中心になって主役として生きる自分が変わるから世界が変わる、世界が開けていくっていうこと。またこれを聞いて、もし何か感じるところがあった人は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それと、今自分はこんなだけども、こんな自分になるために、こういう世界で生きていくために、自分が動き始めようと思うっていう人はね、ぜひそれもコメント欄に書いていただけたらとっても嬉しいです。ということで、今日も聞いてくれてありがとう。じゃあねー。